春レンカフェの春とレンです。今回は、ポッドキャスト風に私と春ちゃんでお話をしていきたいと思います。二人で会話形式で進めていきますので、友達との会話を聞いているような感覚で、会話のリスニングの練習をしてみてください。今日は日本語で自分自身の行動や感情をナチュラルに伝えるコツ、そして日本語でなぜ主語を言わないのかについてお話をします。日本語を話すときは主語を言わないことが多いです。例えば、英語だったら、I eat lunch, I go to sleep, I study Japanese みたいな形で主語の I を言うことが多いです。でも、日本語だったら、ご飯を食べる、寝る、日本語を勉強するというように、主語の私はを毎回言いません。なぜ主語を言わないか、はるちゃん知っていますか？なぜ主語を言わないか。これは私たち日本人の文化的な背景もありますよね。皆さんは日本人に謙虚、ハンブルというイメージはありますか？日本人はよく他の国の人と比較して自分の意見を直接的にはっきり言わなかったり、あまり主張しない国民性だと言われています。これが私という主語を言わないでスキップする言葉にも通じているのかもしれませんね。そうそう、そうだよね。日本語で話すときは、私はを言わない方が自然な日本語として聞こえるよね。例えば、日本語で自分の行動を相手に伝えたいとき、寝る、食べる、起きる、飲む、動詞の表現をすごくナチュラルに日本人が話しているように話すコツは、私はを使わないことだよね。そうだよね。例えば、私は食べる。私は起きる。私は飲むとかは言わないよね。そうそう、言わないよね。食べる、起きる、飲むということだけ言えば十分だよね。とにかく、私は使わないこと。英語だったら、I eat, I wake up, I drink とか、I を言うと思うんですけど、日本語で自分の行動を言うときは、I を言わないです。うんうん。これがナチュラルに話すコツだよね。例えば、ご飯を食べるというのを日本語で言うんだったら、私はご飯を食べる。私はご飯を食べます。じゃなくて、ご飯を食べるだけで OK です。起きるだけで OK だし、寝る、飲むだけで OK です。私は言わなくて OK です。うんうん、そうだよね。これはね、皆さんの母語が愛、私はを言う言葉だと慣れるまでに難しいと思うんですけど、自分の行動、
アクションを独り言のように食べる、飲む、寝るとか話してみると慣れてくると思います。例えば朝起きた時に私は起きたって思うんじゃなくて起きるねって思うとか、日々ちょっとずつ考えながらやっていくと早く使いこなせるようになってきます。実際、日本に来た時にも使えるし、日本の友達と話す時にも使ってみてほしいよね。うんうん。これをもっとナチュラルにフレンドリーに言う方法もあって、すごく簡単なので、ぜひ覚えてほしいんですが、それは最後にねをつけることです。例えば、食べるね、飲むね、起きるね、寝るねというふうに最後にねをつけることです。食べる、寝る、飲むというのは動詞と言われる言葉を表す、行動を表す言葉ですが、この最後にねをつけることで自分の行動を表すとき、一気に自然にナチュラルな表現になります。そうだよね。うん。ねをつけるだけで言い方が優しく、マイルドで、フレンドリーな感じになるよね。動詞だけじゃなくて、自分の気持ちを表す言葉も、私はをつけない方がナチュラルだよね。うん、うん。例えば、お腹すいた、お腹いっぱい。これも、私はお腹が空いた。私はお腹がいっぱいとか言わないよね。そうそう、そうだよね。日本語で自分の感情を話すときも、私はを言わない方が自然な日本語として聞こえるよね。日本語で感情を表す表現に、嬉しい、楽しい、幸せ、面白い、悲しい、寂しい、疲れたとか、形容詞と呼ばれる表現だけど、これをすごくナチュラルに日本人が話しているように話すコツも、私はと言わないことだよね。うんうん。そうだよね。私は嬉しい。私は楽しい。私は幸せ。私は面白い。私は悲しい。私は寂しい。私は疲れた。私はお腹が空いた。私はお腹がいっぱいとかも言わないもんね。そうそう。これをさらにもっと感情を込めて表す言い方もあって、それは最後になをつけることなんだよね。嬉しいな、楽しいな、幸せだな、面白いな、悲しいなとか、この感情を表す表現、形容詞と呼ばれる表現、最後になをつけると、すごく自然に感情のこもった言い方になるよね。うん、なるほど、そうだよね。面白いなとか、眠いなとか、お腹が空いたなとか言うと、一気に心のこもった感情を表す表現になるよね。なので、すごく伝えたい表現の時は、後ろになをぜひつけてみてください。ぜひ使ってみてください。ここまで10分くらい話したけど、みんなどのくらい私とれんちゃんの会話がわかりましたか？そして最後まで聞いてくれた人は何人くらいいるかな？ぜひ BGM のように何度も繰り返し聞いてみてくださいね。何度も聞き流してもらうことで自然と
リスニング能力はついてくるし、慣れてもらうことがとても大切です。うんうん。ぜひ何度も聞いて慣れてほしいし、使ってみてほしいね。ナチュラルな日本語を話せるようになりたい人は多いと思うので、皆さんぜひこういう日本語を教えてほしいとか、カジュアルな表現を教えてほしいとか、リクエストがあればコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。私たちもみんなのニーズに沿った内容をお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ教えてくださいね。うんうん、そうだね。あとは、字幕も自動翻訳にはなるんだけど、スペイン語、インドネシア語とか追加していっているので、この言語も追加してほしいというものがあれば、ぜひ教えてもらえると嬉しいです。できる限り追加していきます。うん。そして、この動画がいいと思ったら、ぜひ、いいねボタンとチャンネル登録もお願いします。では、また別の動画でお会いしましょう。またねー。